ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。この驚いてはならぬと、最近よくいただくご理解ですね。それにつけても驚いてはならぬと。でも驚くことが起こってきますね。どうして驚かずに済むのか。それが神様の働きだと確信が持てるからですね。師匠の大坪宗一郎氏のご記入日でしたが、29日ですね。またある方の誕生日でもありましたけれども、師匠が私どもに残されたもの、師匠が私どもに願っておられるというのでしょうか。これは師匠が一番喜んでくださるものということだと思いますけれども、そしてまたその師匠が一番喜ばれるもの、それは同時にまた神様も一番喜んでくださるもの、それは何だろうかと思いますね。もちろん師匠の見教えを世の人々に伝えるとか、人様が助かってくださるためのお役に立とうとか、いわゆる御用をさせていただく、師匠のお役に立つための御用をさせていただく、あるいは神様のお役に立つための御用をさせていただく、こういうことをああいうことをさせていただこうというようなことを思いますけれども、まず師匠が一番喜んでくださることは何だろうかと思いますね。その時にやはり私どもが今朝のご理解ではありませんけれども、どのようなことが起きてきても驚かんで済む私になることだと。言葉を変えれば、私が助かるということ、その一人一人が助かる、真に助かるということ、この信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくると教えておられます。信心による誠の助かりを得る。その時に神様が、師匠が喜んでくださるのではないでしょうかね。口に誠を語りつつ、心に誠のなきことというようなことも言われますけれども、どんなに見教えを伝えようとしても、その伝えようとする人自身が本当に助かりを得ていないならば、これは虚しいことかもしれませんね。一切親愛と伝えておりながら、
自らのところでその一切親愛が成就していないとするならば、悲しいことですね。師匠が一番喜んでくださること、それはまず私自身が真に助かること。私が本当の意味において助かっている、安心がいただけている。その時に初めて師匠が本当に喜んでくださるのではないでしょうかね。まずは自分自身の助かり。教祖様の御教えにも、我が身の上におかげを受けて後に人を助けてやれとおっしゃっておられます。まず私自身がどういうことが起こってこようとも微動だにしない安心の心がいただけている、いわゆる助かりの境地というのでしょうか。その真の助かりをいただいているということであって初めて師匠が本当に喜んでくださるのではないでしょうかね。ではその私自身の中に真の助かりを得る、そのためにはどうしたらよいのか。神の偉大な働きを実感するときと、どういう時に神様の偉大な働きを実感できれるのか。何か大きなことが起きてくる。そしてそこに感じるということもありましょうけれども、日常生活、日常生活の中で神様を実感していく。その積み重ねがそれこそ微動だもしない真の力になるのではないでしょうかね。そのためにはやはり師匠が教えてくださった教えを行じる。愛楽理念はその実行をもって命とすると行じることですね。何を行じるか。まずは成り行きを尊び大切にする。ここに尽きるのはではないでしょうかね。成り行きを尊び受ける生き方を学びて永遠の命とぞせんという師匠の教えにもありますように、まずはその成り行きを大切に尊ぶというその生き方をめごまかく徹底させていただく。そこにそれこそ今日のご理解ではありませんけれども、神の偉大な働きを実感することができるのではないでしょうかね。まずその神の偉大な働きを実感する、その積み重ねによって初めて私どもが信心をもとにしての真の助かりを得ることができる。そこに師匠も神様も一番に喜んでくださる。師匠への恩返しといえば、それはまず私自身が助かることだということではないかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。